皆さんこんにちは、山上アリシアです。もうね、10月に突入して秋なんですけれども、秋といえば栗だったり、さつまいもだったり、美味しいものがいっぱいあるんですけど、今日は旬のサンマを使って薬味たっぷりの炊き込みご飯を作っていきたいと思います。で、早速もうご飯は洗って水に浸しておきました。ふっくらと炊けるので、これだけはあらかじめやっておきましょう。そして早速サンマの皮を焼いていくんですけれども、魚グリルでもフライパンでもどっちでもいいんですけれども、汚さないためにアルミホイルを使っていきます。アルミホイルで焼いてると身がね、アルミホイルにくっついちゃったりとかもあるんですけれども、ちょっとしたライフハックですけれども、これをこれぐらい小さくしたらもうくっつかないんですこうすると油も使わずに済むので、すごいおすすめです。それではグリルに焼いていきます。サンマは半生でも大丈夫です。後で一緒に炊くので中まで火は通るんですが、上の皮がこんがりと焼くまで待ちます。その間に薬味を全部切っていきたいと思います。生姜とみょうがと大葉は全部千切りにしていきます。大葉を切るときは全部こういう風にまとめて、下の茎部分を切り離します。半分に切ってロール状にして切っていきます。いい香りしてきたらネギは小口切りにしていきます。ネギと大葉とみょうがは後からトッピングするのでちょっと違うプレートに置いときます。で、前も紹介したんですけど、油揚げはもう短冊切りにして冷凍してあるので、ちょっと大きいやつを半分に切っていきたいと思います。油揚げと生姜は両方とも入れて炊き込みます。結構こんがりと焼けました。そしたら早速ストーブに全部入れていきます。最初に水切りをしたさっきのお米です。今日は2合炊いていきます。そしたら醤油とお酒とみりんを大さじ2つずつ入れていきます。そしたらお砂糖を小さじ2で、塩を1つまみ入れます。そしたらお出汁を小さじ1入れていきます。あとはお米の柔らかさによって水の分量は変わるんですけど、だいたい300から320入れます。軽く混ぜてあげて火にかけます。結構沸騰してきたら一旦混ぜます。で、そこにだし昆布とさっき千切りにした生姜と油揚げで焼いたサンマを上にのせていきます。で、弱火にして蓋をしたらこのまま10分待ちます。10分経ったところなんですけれども、火を消してあと10分蒸らします。開けます。じゃーん、美味しそう超いい感じ。
さっき切った薬味を全部のせていきます。いい感じで出来上がりました。それではいただきます。美味しそう。はい、っていう感じで今日はサンマの炊き込みご飯でした。もうね、薬味をいっぱい入れることによって風味がふわーっと口の中で広がってすっごい美味しいので、秋ならではの炊き込みご飯なので皆さんもぜひトライしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。やばい、めっちゃ美味しい。ごちそうさまです。